こんにちは、りめいです。今回は熊谷うちわ祭りに行った時の様子を紹介します。今回紹介するうちわ祭りが行われる熊谷は、埼玉県の北西にある都市で、全国でも暑い町として知られています。2018年には 41.1 度を記録したこともあり、多分関東では一番暑い町です。このうちわ祭りは、熊谷にある八坂神社のお祭りです。元は町ごとにお祭りをやっていましたが、開催日を統一しようということで、役人に上申書が出されたことをきっかけに一緒にやるようになりました。そして、うちわ祭りという名前は明治時代から呼ばれ始めました。もともと江戸時代からお祭りの期間中は買い物をするお客さんに赤飯を振る舞っていて、お祭りの名物になっていました。ちなみに赤飯とは、小豆ともち米を一緒に炊いた伝統的な料理で、小豆の赤い色が魔除けに効くとして、お祝いの日などに食べられている料理です。明治時代になると、千秋楼という料亭の主人が、東京での修行中に、天王祭といううちわが飛び交うお祭りを見たことがきっかけで、お祭りの日に赤飯の代わりに渋うちわを買い物客に配布することにしました。それが評判になり、買い物は熊谷うちわ祭りの日にと言われるようになったそうで、後に熊谷うちわ祭りと呼ばれるようになったそうです。ということで、熊谷うちわ祭りの様子をどうぞ。この日は日中、熊谷の最高気温が 39.6 度だったらしくて、夜も本当に暑かったです。私が熊谷に着いたのが夜の6時半頃だったんですが、それでも34度から35度くらいで、本当に暑くてやばかったです。実は関東に住んでいるのに、今年初めてうちわ祭りの存在を知りました。結構規模の大きいお祭りらしいので、楽しみです。駅前から続く屋台の通りを進むと、大きい道路、多分国道かなに出ました。最初屋台を見た時は、駅前の通りで終わりなのかなと思っていたんですが、国道に出たらもっとたくさんの屋台が広がっていて、すごくびっくりしました。お祭りの区域は車が通行止めされていたので、移動もしやすかったです。この屋台がどこまで続いているんだろうと思って進んでみると、遠くから楽器を叩く音が聞こえてきました。音の方向を見ると出汁がやってきました。今日はお祭りの最終日なので、最後にひっかわせ叩き合いという出汁が一斉に集まって、笛や太鼓などの楽器を打ち鳴らすイベントがあるんですが、その前に出汁が道を練り歩くみたいです。次にもう一台出汁が来て、お囃子の演奏し合い、叩き合いが始まりました。この時間に出汁が見られるとは思っていなかったので、びっくりしたんですが、近くで見られたのでよかったです。出汁が移動するときに、周りの人がみんなついていくので、私もついていくことにしました。どこに行ったらいいのかよくわからなくて、周りにいた人たちを目標に後についていったら、出汁が横に並んでいるところが正面から見られました。さっきより出汁を間近で見られたので、すごく迫力がありました。なんか五所川原の立ちねぷたを思い出しました。立ちねぷたの出汁も縦に長いんですが、こっちは太鼓などの音がすごいなと思いました。もう少し進んでみたら、他の町の出汁がさらに合流してきて叩き合いが始まりました。
これで4台なので全部集まったら音がすごいんじゃないかなと思いました。他の場所でも叩き合いがやっていました。出汁に乗って太鼓を叩いている人は結構若い人が多くて、多分学生も多いのかなという印象でした。さっきまで暑すぎて全然食欲が湧かなかったんですが、少し風も出てきて涼しく感じたので焼きそばを買いました。この焼きそばは屋台の料理なのに美味しかったです。屋台の料理って匂いはいいんですけど美味しくないことが多いのであんまり期待しなかったんですけど、これはちゃんとソースの味もして、しかもボリューミーだったのですごく美味しかったです。焼きそばを食べていて空がピカッて光ったので何かと思ったら稲妻でした。だからさっき涼しい風が吹いてきたのかって後で思いました。広場にやってきたらまだ叩き合いが始まっていなかったので周りの人との間隔が結構空いていたんですが、この後どんどん人が集まってきて一気に周りの温度が上がった気がします。新潟には近所花を添えていただきましたことに、銀策が白鳥のバトリオン戦闘に侵入いたします。だんだんと広場に出汁が集まってきました。この広場を中心として東西南北に出汁が並びます。台の上にいる扇子を持った人の合図で各出汁に指示を送っているみたいです。全部で12機の出汁が集まってきて、ついに叩き合いが始まりました。さっき道端で聞いた叩き合いよりもすごく音が大きくていろいろな方向から聞こえてくるので、喧嘩の真ん中に立っているみたいな感覚でした。ねぷたなどのお祭りもそうですが、お祭りは町同士の凄さを競うみたいなところがあるので、これもそんな感じなのかなと思いました。その後、年番送りという町から町へお祭りの当番の引き継ぎ式が行われました。
今回は熊谷のうちわ祭りに行った時の様子を紹介しました。うちわ祭りすごく良かったです。こんなに大規模なお祭りなのに今まで知らなかったのが本当になんでだろうって感じでした。皆さんもよかったら関東一暑い熊谷のうちわ祭りぜひ行ってみてください。暑すぎるので熱中症対策に凍ったペットボトルとか保冷剤とかを持って行った方がいいかもしれません。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。